です。おはようございます。小木曽です。すみません、遅くなりました。定例の土曜日の午前中ですね。すみません、9月の9日、9時9分にやりたかったんですけど、ちょっといろいろお仕事入りまして、9時36分、午前中にお届けしようと思います。個展がございます。すみません、私の宣伝からでございます。9月の14日から18日はもう来週ですね。木曜日は初日オープニングパーティーじゃないわ、ギャラリートークをやります。昔オープニングパーティーでやってたんですけどね。ギャラリートークが17時から初日ございます。お暇な方来てください。土曜日ももしかしてなんかイベントするかもしれませんけど、もしかして、メンバーシップの方だけにお伝えするかわかりませんが、何かイベントするか、ちょっと、ちゃんと確認せんといかんですよね。こういうのね。連絡確認報告みたいなのをちゃんとするべきだと思います。で、その後福岡、14日から、まあそういうのはあります。で、カタログも今販売しておりますので、よかったら、概要欄というところに多分、こちらから購入できますみたいなのがどっかジューッと下の方かもしれませんけど、あると思いますので、よかったらご覧いただければと思います。図録届きました。みちみちさん、すみません。なんか U メールというのに今回したんですけど、いつもレターパックにして370円ですけど、U メール安いですよっていうことを郵便局の人言われたんで、ちょっと時間かかりますね。すみません。日本のレターパックは翌日に届くという日本の配送技術の奇跡的な高さを見ているとですね、ちょっとおじさんの顔もちょっと小さしようね。気持ち悪いね。はい、気持ち悪い。はい、おじさんの顔小さくですね。ちょうどこの丸と同じ位置やったんで。おはようございます。ボンの羊さんも、みちみちさんも、通りやめさんも、お前田さんも、松岡さんも、J 渡辺さんも、皆さんおはようございます。で、今日はですね、ハルモネアというのを使って、地面書いたらある程度奥行き書けますよみたいな配信にしようかなというふうに思います。これは戸隠というところのですね、杉の、ジョロジョロジョロという感じです。地面を書いたら。で、せっかくやからね、この間ハルモニア、もうこれがもう一回僕間違い出すと止まらんもんね。ハルモネアやったっけあかん、ヒロモネアと。もう最悪ですね。古典の準備というかですね、いろいろ、ちょっとU メールは失敗したなと思って、あんなにかかるとは思わんかった。月曜日出したんですよ。月曜日結構出したんですけど、おそらく火曜日とか出した人は月曜日出した人は木曜日または金曜日に届いてるっぽいですもんね。失敗したなと思ってですね、いいやと。いつもね、郵便局さんには超お世話になってますので、本当にね、で、今日はこの杉を、戸隠というところの杉、そして大きな土台をどんどんと作ってから、その段階をちょっとやっぱりもう遊んでみてね、皆さんね、どんな塩梅になるか分かりませんが、お付き合いください。1時間半ほどを予定をしております。嵐に負けず大丈夫でした。松岡さんも届きました。のりおっちゃんさんも、横浜の M さんも届きました。よかった。もうほんとね、もうなんか図録の宛名書きとか見ての通りおじさん一人でやってるのでね妻ももちろん手伝ってくれることはあるんですけど、子供がいるうちは絶対無理なんで、子供の相手をねもう全部してくれてるので、ただ今日はちょっとお兄ちゃんが標本作りをするということを僕はちょっと約束してしまったので、終わったら標本作りをしようかなと思っております。ここのもうちょっと上か、この辺かな。よいしょ。出力しごめんなさい。よいしょ。もし質問あったら遠慮なくしてくださいね。皆さんね。ポストにねじ曲げて入れられた。やっぱレターバックの良かったね。ごめんなさいね。失敗したな。U メールって何なんですか？ようわからないですけど。ね、ごめんなさいね。ポストにねじ曲げられてる方結構いるかもしれないですね。くそ、しまったな。だから100通でも150円ぐらい安いから、ね、それで15000円ぐらいになるでしょ。もう本当にもうお金がないんですよ。もうごめんなさいね。もう本当下世話な話で申し訳ないですね。もう本当にもう貧乏でもうね、150円ぐらい安いとね、カップラーメン食べれますからね。もう本当ごめんなさいね。はい、何の話をしているのか。図録は一旦ですね、多分今週、来週かな。
どのぐらいかな、何曜日かに1回止めますので、ちょっとそれだけはご注意ください。理由は簡単で、おじさんが配送してるから、おじさんいなくなると、配送というかですね、宛名書きとかできないというだけですけども、多分火曜日かあたりに一旦止めますので、ちょっとご注意ください。もし必要な方は今日明日のうちにしてもらった方がおっちゃん助かります。東京の展覧会会場に来られる方は絶対あると思いますので、部数はね。福岡も分からんけどあると思いますけど、もう名古屋は分からないです。もう断言はしません。いや、杉並木ね、どんな感じでいきましょうか。光ってるところとそうやないところみたいなのをちょっとこう見ながら、この辺がこうで、この辺がこうで、よいしょ。もうサインね、入れまくってましたよ。サインを皆さんね、入れまくった。字間違えてた方すみませんでした。何人か1人かな。ごめんなさい。再度送ってますので、それはもう私の完全なミスなんで。ね、ヤフーオークションに出されんためにね、希少図録、希少画集15,000円とかで、なんか昔のが出てたりして、おいと思いますので、ああいうのがね、私にいくらか入るやったらいいんやけど、もちろん入るわけもないので、大体入れていってます。でも東京の会場とかでこうサインとか、いや、書かなくていいですって言われることあるんですよね。と思いますけどね。一冊ぐらいならね、まだしもね。よいしょ。で、ハルモニア。いや、それも味だと思って楽しんでます。ちょっとこれ、何日か前に、ベネチアを描きました。今日はですね、キャンソンボードの B4 サイズに描いていきます。ちょっとお水でこうやってね。で、その動画の中でもちょっと言ってたんですけども、めちゃくちゃこう顔料濃度強いような気がしましたんで、少しでも、ビュワーっとこう滲んでいく感じがありますので、ね、皆さんね、ちょっと水をつけて、よいしょ。水をね、しまった。ここ光ってるとこやった。最悪や。拭き取ろう。ここ結構しっかり光ってるとこやったね。拭き取っても無駄かもしれませんけども、ちょっと拭き取りました。じゃあ。ほんとね。もう展覧会ももう何回目かな分からんけど、個展自体はそのね、今度やるところの日堂さんが6回目ということなんでね、6回もやってんやね。この色なんですかね、わからないですもうちょっと青系がいいね。紫青系がいいね。そのぐらいかな。あんまりこの絵の具に関しては私の印象、大丈夫でしたね、拭き取ったんで。印象としてはあんまり、もうこの中で混ぜ合わせていく方がええかなというのが私の印象です。色すげえやっぱ強いわ。ガンでね、なんか本当に分離色という感じなんで、いやもうね、しゃあないですよね。いつもね、ほんとね。公表会のやつも今日ちょっと朝出ていたと思うんですけども、ね、髪切りに行くのを予約をしていてそういうのも忘れていたというね、と思ってですね。うわー、面白い。形とか皆さんしっかり取られてくださいね。もう僕はちょっとやっているのは、皆さんのこの短い時間である程度なんとか形にする動画を作っていこうと思っているからでございます。糸明さんも稽古川又さんも風民さんか。皆さんおはようございます。遠慮なく質問あったらしてください。もう本当に遠慮なくお話をするあれがですね、口実というか、よいしょ。ここの木の光ってるとこがあって、ここがあって、でこの辺にちょっとまた暗いたまりみたいなのがあってね、面白いですよね。これを紙を少し動かしたりなんかすると、それはそれでまたですね、ギュッギュッギュッとまたいろんな表情になりますので、そういったものも楽しめるんじゃないかなと思います。
ちょっと緑系を渋めのこの緑、これ何グリーンっていうんですかね、そういうのもちょっと入れながら、まあ、この年で古典とか何回かも自分でも分かってないですもんね。もうありがたいですよね。まあ、それだけ読んでもらえるということはありがたいなと思いますし、うん。キュ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 。よいしょ。ちょん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 とこう差し込むね。差し込んでいくという感じで、ハッピー S さんもあちらからですね。なんか韓国から来てくださるみたいな方がおられたですけども、ハッピー S さんではないですかね。ごめんなさいね、わからんけど、韓国語やったような気がする。ハングル韓国語やったような気がするが違うかな。韓国から合わせて日本に行きますとか、いや、そんな無理せんでいいのになと思ってコメントできてなくて、その方ごめんなさい。もうちょっと青系を、少し紫系を入れて。ビュー。でこう、地面を描いたらある程度できますよっていうことを確かタイトルに書いたような、気がするんで、この地面のこの光っている光みたいなのを少しですね、頑張ってこう描いてみましょうっていうのが今回の企画の趣旨でございます。よいしょ。でこうなんか影もエッジが強いところはエッジを強く描いてあげたりとかね、薄いところは薄く描いてあげたりとかしていきます。ピュー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 。よいしょ。外に行ってんな。外から声がすんな。また虫取りに行ったのかな。近くの公園というかですね。あれに。ごめん、また大変やな。朝から行ってます。洗濯さえできないですからね。もう遊べっちゅってね。大変ですよ。でこう手前の方の光ってるのはこういうのもこう水とかと同じような感じでこう丸が大きくなってくるみたいな感じね。塗り残して、いやわからんって感じでしょ。何やってはんのって感じでしょ。皆さんどうなんですか。よいしょ、ピュッと。これが邪魔やね。よいしょ。で水が乾かないうちにこういろんな仕事をしていく方がいいなと思いましたよ。中に貼ろうかな。パソコンの上にちょっと貼りますね。ごめんなさいね。パソコンの上に貼ったらパソコンの画面が見えない。困ったな。ちょっとごめんなさいね。いろいろな絵の具メーカーがありますが、よく画家さんによっては一つの箱にごちゃごちゃと入れているからパレットに出して絵を描いている方もいらっしゃいます。まあそうですよね。画家さんのちょっとやっぱ遠いな。何とか入れてないかな。いろいろありますよね。僕なんかもどっちかというとどっちがごちゃごちゃ系ですよ。でちょっとこうなんか茶色とかやったら茶色を少しこう感じさせるような仕事みたいなのをちょっとこういうところ入れておいてもいいかなというふうに思いますので、その辺をこう同時進行でですね。で顔料がなんかキラキラ光ってますもんね。なんかそういうの入れてんのかな。なんかそんな感じするのね。なんかちょっとこうねキラキラ光っているような感じがあって。なんかそんなこと言うてはりました。草壁さんの工場見学行かれた人。おっと。よいしょ。でちょっとこう溜まっているようなところっていうのはちょっと溜まっているように、濃くぐーっとこう引き締めがめっちゃキラキラして綺麗、描いてあげたりとかそういうこともしていった方がいいかなと思います。よいしょ。いやこれはなんか絵の具だけで本当にこうなんか
キラキラしてね。絵の具は同じメーカーのもので描いた方がいいでしょうか。いや、全然いいと思いますよ。絵の具メーカーは多分、いろんなメーカーじゃなくても、全然いいと思うけど、絵の具メーカーは絶対、いや、ダメやって言うと思います。そりゃそうですよね。なんかね、うちの商品が一番やからダメや。他の、僕は全然いいと思います。ちゅうか、僕はそうしてますけどね。はい。ギュスターブ・モローは水彩見てきたんですが、キャプションに水彩と書いてあるだけで他の画材も使われているものも多いでしょう。多分多いと思いますよ。モローは全然多いんじゃないかなと思いますよ。多分こうキャプション画家ってめんどくさいじゃないですか。いちいち細かくこれとこれとこれ使いましたとかって正直めんどくさいじゃないですか。多分使ってて、いやこれのがええんちゃうとか、もうこっちのええんちゃうかとかって思ってなんか使って、じゃあ例えばこう展覧会ある時とかに、先生これ画材はって言われて、水彩とかでざっくり答えときますもんね、僕ね。だからその辺はなんかね、YS なんかそんな感じしますもんね。なんかだからすごいこう調べようとする人、例えば、学芸員とかはね、後々にこう修復とかうんぬんかんぬんとかある時のためにある程度細かく知っておきたいと思ったりするけど、絵を描く表現者の側からするとどうでもええわと思ってしまうというかね、多分それはモロなんかも同じような感じになっちゃうかなとか思いますけどね。特に海外の人の方がその辺緩いですよ。日本人がすごいこう縦割り社会大好きなのかよ知りませんがね、何々じゃないといけないっていうのをよく言うように感じるというか、それはなんか僕もなんかスペインの人がとかと話した時そんなことちょっとね言われて、と、よいしょ、この辺かなと、まあ本当ざっくりですけどね、この辺かなとかいう感じで今描いていってます。緑とかもね、この土台の上にこうどんどん乗せながらですね、濃い緑なんかも置いていったりとかしながら、進めていってます。本当なんかいろんな色を使いたくなるような絵の具、本当にこう日頃こう使わないような色とかをなんか使いたくなるような絵の具やなと思います。ハルモニアうちも知らんですよ。サイン入りの図録ありがとうございました。丁寧にありがとうございますと。まあね、その辺がもうどうしてもね、その画材メーカーはそういう風に言うもんです。ただ絵描きは僕はもう本当にもう結構自由です。先日もなんかチタニウムホワイトみたいなのなくなって、結構僕大量に買うんですよ。何本5本とか、もうめんどくさいからどうせ使うしねと。でそれがなくなったんですよ。うわ、なくなるよったと思ってインターネットで見たらね、ここのメーカーのめっちゃ安いなって思って、まだ使ってないですけどとか、コバルトバイオレットっていうもう本当にこうよくこうグレーズとかでね、なんかこう僕の動画よく見てくださる方やったら、うわこんな高い絵の具と思いはるかもしらんけど、20号チューブ、ハッピーさんありがとうございます。ウォンでありがとうございます。もうね、2000ウォン200円ぐらいというね、ありがとうございます。これカップラーメン絶対買えますもんね。でなんか何やったっけ、その絵の具20号というのででっかいチューブ届いて、コバルトバイオレット ABCDEFG ですけど G ね、ジャイアンツの G 7000円やったですもんね、ネットやったらね。ごめんなさいね、ネット小売店のこう方とかには申し訳ないですけど、なかなかこうね暑くて外に出るのも億劫やったりとかしますんでね、いやなかなかこう綺麗ですね。ブワーっとにじんでいます。若干こう皆さんが見てるモニターとか画面っていうの方が明るいかもしれません。若干明るいような気はします。今日の絵の仕上がり楽しみですと。あんま期待せんといてください。はい、もう、適当ではないけど大雑把にこうザクザクといって、なんかこうね、この道をうまいこと書いたらちょっとある程度いけますよっていうことだけが伝われば、前後関係の奥行きみたいなのっていうのが結構ね皆さん
初心者の方とか難しいんかなっていう感じがするので、ここの道ね、この道をうまく表現できたらそこそこなるんちゃうかというふうな予想を立てています。うわー、絵の具きれいやわ。ちょっとこの前回多分使っていないであろうグリーンみたいなのもまた差し込んでみたりとかしてですね。明るめのグリーンで、写真見るとこういう右の上とかキラーっとこう白くなっててぶっ飛んでるんですけど、やっぱこういうところは少しこう、ちゃんと形ありますよとか杉の木ありますよとかっていうことを少し書いてあげないと、白をそのままこう白く描くんじゃなくて、ちゃんとこう形ありますよということはしっかりとですね認識しながら書いてください。よいしょ。実はこう油絵の動画っていうかもう全然こう編集してないんですけど、音声まで入れて止まってる動画が何本もあるんですよ。困ったなと思ってですね、いつ出そうかなと、いつ作れんやろうなと、なんかそんな状態です。いやー、ほんと綺麗なこれね。なんかちょっとこの辺乾き出してますね。よいしょ。本当にこういつものこうパレットと雰囲気違うの分かります？なんかいつもこうもっとこう濃厚なので、やってっているけど、同じ大体草壁さんのが僕透明水彩も多いんですけどね、こう見るとこう顔料濃度が高いからやっぱり色がグッとつくのが分かりますし、なんか透明水彩らしい絵を描きたいなという人にはすごくこうねいい絵の具かなと思いますよ。工場見学の際行った時聞いたら、混ぜたらダメな絵の具同士はすぐにゲル状になるみたいなんで、そうならなかったら大丈夫だそうですよ。自分でやったらここまで2時間かかる本当ですか皆さんね、そんなかからんでしょ。このぐらいで一回こう乾かそうかななんて思ったりとかしながら、乾かしてる間とかも、どうしてももうね、こうちょっとこう絵の具を動かしてみたりとかしながら、ちょっと混ざり合うような感じにしてみたりとかしたり、ちょっと時間的に厳しいので一回ドライヤーで乾かし出してます。キラキラ系の水彩今も人気。そうなんや、人気あるんですね。おじさんっていう民族はそういう人気があるとかに対して疎すぎますからね。さすがみちみさんヤングですね。ベリーヤングなねみちみちさんはさすがですね。よいしょ。よいしょ。なんかみちみちさんとか赤坂さんとか絵の具のことにすごいこのね2年間ぐらいで詳しなってきたような気がするんでね、なんかこうそういう会社とかあってそうな気しますよねどっちかというと作る側っていうのは理系の人間が多いけど、多分こう営業とかの人はこれ今回っていうかこのハルモネは絶対女子が関わってますよね。こんなネーミングあれへんわって思いましたもんね、絶対女子が関わってますよね。女子やないとこんな名前つけへんわと思いますもんね。別になんかもろてるわけじゃないですよおもろいからね、ブルー系綺麗やしね、なんかねちょっと皆さんにねご紹介というか、ちょっと乾かしてる間ね、例えばこれ何度も言うてますけど、レイブン・バトラー漆黒の執事、
ピント合ってないね。ごめんなさいね。合わんね。こっちの方が合うかな。もう一回。合わんな。漆黒の執事とレイブンバトラー。こう見せたらいいのかな。こう見せたらレイブンバトラー漆黒の執事とね。ダスクスカイ夕暮れの空。ダスクスカイ夕暮れの空。ちょっとピントがすみません、合わないですけどねえ、おもろい名前やなと適当にとって言っていきますよ。うわー、君の緑昼食ミントベリルどういうこととちょっとピントがすみません、合いにくいですけど、ものすごい面白い色やな、名前がね、ネーミングがおもろいなと思ってちょっとご紹介させていただきました。ライブ配信の時片付けをあんまりせんから、もうどんどんちゃんときれいに片付けていかんとね。コージェネさん、すでに素敵な絵ですねとね、面白いブルー系綺麗ですよね。なんかこう水彩絵の具でイラストとか描く人よ、イラスト、やばい、なんかこう切れた輪ゴムを探してこよう。女子っぽいイラストみたいな感じのあるじゃないですか。あんな描く人には結構相性いいんかもしれないですよね。女子っぽいイラストって何って感じですけど、おじさんがね、すいません、女子っぽいイラストとレイブンバトラー。思いつきます、そんな名前もう絶対画材好きな人が名前つけてますよね。レイブンバトラーとか漆黒の執事。また面白いからまた後で名前呼ぶかもしれませんが、でなんかこういうなんかにじみみたいなのとかもまあそんなに気にせずにね、ぐいぐいいった方がええんちゃうかなというふうに思います。まあそんなに一個一個に神経質にならずに、もうどちらかっていうと絵の具のなんかパフォーマンスを楽しむというかですね、そういう画材なんちゃうかなと思います。まだこの辺全然乾いてなかった。よいしょ。ピュー。面白いね。ほんとパレットが絵の具が減る量が少ないんですよ。顔料濃度強いと色がグッとつくので、だから逆に初心者の人とかもいきなりこれぐらいなんかもう色が逆にねほぼ混色されてるような感じやから、混色とかにそんなに迷いがないというか、迷わんで済むじゃないですか。でこの言うたように画面の中で乾かんうちに混ぜたりとかしていくことによってなんか面白くなっていったり、もう必然的にするんですよね。よう考えられてるなと思いますよ。混色が難しいとか、逆になんかね混色している間に絵の具乾くとかねあったりするじゃないですか。そういうのがね今同じ緑を塗ってるんですけど、そこにちょっと黄緑色みたいなちょんちょんと差し込んでいくとかっていうことだけでもおもろいしね。えらい静かやな我が家の状況が静かでね、また付き合わされてるね。もう申し訳ないな。巨大バッタを取りに行くとか言い出すからね、あの人ね。本当にね。弟はちっちゃい蝶々捕まえたっていうのが自慢で延々とそれを言ってます。そんなん捕まえたかなと思うんですけど、ちっちゃい蝶々捕まえたっていうのが今の彼のあれですね。ずーっと言い続けてます。ちっちゃい蝶々捕まえた。なんか杉に見えないですねまああまりね細かいこと気にせず、何度か言うてますけど、再現性を高めるという写実的な方向では僕はなくて、やっぱり色を楽しんだ方がこの画材に関しては僕は面白いかなと思いますよっていう、絵の具というものを楽しんだらですね。レイブン・バトラーって野球選手いそうですね。昔バトラーっていなかったっけ？なんかいた記憶あるよな。よいしょ。
僕は歴代ジャイアンツナンバーワン外国人はシェーン・マックっていう選手なんですけどね、皆さん誰も知らないと思いますけどね、シェーン・マックっていうのが大好きでした。よいしょ。あれいつぐらいかな、2000年ぐらいかな。でこう本当にこうでここのこうね、ここのところを常に意識はしておくと。いやめっちゃキラキラしてるわ、めっちゃ綺麗。もし質問あったらしてくださいね。赤坂さんもおはようございます。魚谷さんもおはようございます。もう遠慮なくしてください。本当にこう透明水彩絵の具のなんかこうね、もう醍醐味を十分にこうさせてくれる画材やなというふうに思いますね。何分から始めたっけ忘れた。来週、まあもうすぐ個展ですけどね。よいしょ。結構連絡があるんですよね。図録とか送ったりするとね、なんかこう問い合わせとかもあったりしますもんね。よいしょ。いやーこれ本当にこの画材、面白いけど難しいですよね。何が難しいかっていい段階でこう止めれるかどうかっていうことがなんかね、そんなこう難しい、差をだなと思いますよね。いい段階でこう止めたり、でも多分重ねててもある程度はやっぱり綺麗やな。図録ありがとうございました。レッドバトラーっていう人いました？風と共に去りぬですか。私は、シェーン・マックが好きでした。誰なんだいっていうね。なんかこう不透明感のある色とかもね入れていっても面白いなと思いますよね。で常になんかもう目を細めて見てますね。こうちょいちょいこう目を細めながらこう五木ひろしみたいになって五木ひろしさんのモノマネをするねコロッケさんのような気分で目を細めて道がシューッと行くかどうかっていうのをこう見ながらこう光とこう影のこうあってっていうのを見たりとかしてます。五木ひろしさんのモノマネを皆さんこうやってね横浜ってやってください。水彩がね、そうそう掲載今回してませんね。水彩が今回掲載しませんでした。気づいた時には前回とページ数ある程度同じにしようと思ったら油絵が多くなって今回行くわと思ってしませんでしたね。画廊でだから写真撮っていいスペースどっか作るんですけどね、水彩のとこぐらいになるかな。水彩と大きい作品とかぐらいになるかな。なんかね、写真撮っていいですかってこうね、基本的に僕はあんまり撮ってほしくないんですよ。これ理由簡単で、図録買ってほしいんであとカシャカシャうるさいじゃないですか、スマホの音とかね。もう他のお客さんとかのあれになるからあんまりこう写真をねカシャカシャだから何枚かにスペースも決めるんですけどね、いつもどんな展覧会でも、どれでもいいですよってなるともう絶対図録なんか買わないじゃないですか。だから何枚かは決めるんですけど、水彩画は今回各回写真撮ってもええようにせなあかんかもね。メンバーシップのコミュニティ欄の方に載せておきましょうか。
なんかね、今回出す30枚のその写真だけは撮ったから、もしあれやったら30枚載せときましょうか。わからんけど、どうなんですか。見たいっていうコメントが複数上がればめんどくさいけどやりますよ。よいしょ。見たいというコメントが上がれば。で、道がいけいけ、祈ってます、いけいけと。なんかもうこんだけ絵描いてきて、全部は写真資料残してないけど、あれがね、水彩だけのなんか簡単なカタログとか自費で作ってもいいかもしれないですよね。なんかそんなん思った。そこまでね、仰々しいもんじゃなくても、本当はなかなかこう出版社とかでね、作ってくださるって方が出てきたらめっちゃありがたいんですけど、どうしてもね、地方に住んでたりすると、なかなかその色香とかね、頻繁に行けたりしないから、なかなか難しいとこあるんでしょうけどね。個展の現場だから見られるという特別感もあるので、公開いただくなくても大丈夫。あ、そうですね。私も水彩画はないのだなと思った一人ですと。載せてもらえたらお願いします。3名みたいそうですね。いつもなら混色でどんどん濁ってきているところかなと思いますが、いやもう本当に今回のこのハルモネア、色モネアに関しては本当にこんな感じで、これぐらいの色をつくんで、いやすごいなと思いますよ。載せてください、水彩画。ちょっとデータ見ていいですか。ちょっとデータあったかな。撮ったとは思うんやけど、ちょっとごめんなさいね。日動画廊、日動作品、軽い、ピン、違うな。ちょっと待ってね。日動軽い、これの、水彩デッサン。トリミングとかしてあるわ。ね。ちょっとこう乾かしてる間、なんか遊んでみていいですか？ごめんなさい。ちょっと乾かしてる間というか、画像を。で、OK で、例えば、ちょっとごめんなさいね。時間かかってますが、描くじゃなくて、これの、個展に向けてじゃなくてこれだなの軽いの、例えばめっちゃでかい。これペットこう画面サイズに持ってくることできやんのかなね。めっちゃでかい。なんかこうそういうこう機能あるはずなんですけど、おじさんがアナログで申し訳ないけど、こんな感じね。こんな感じでごめんなさいね。こういった感じですね。こういう感じとかね。こういう感じを出します。すみません。こういう感じを出します。ね。よいしょ。よし。だこういう土台を作って、なんかもしかして、いつもの絵の具みたいなのを使っていくというのもありかもしれないですよね。だからちょっと今回そうしてみましょうか。せっかくのね、実験ということで。実験も兼ねてということで。いつものワイルドな、パレットをちょっと用意しまして、掃除してなかったような気がするんでごめんなさいね。こちらの方こう途中から使っていってこの土台を残しつつ、やっていくということをしてみましょうか。急遽今変えたんですよ。そんなんもあっていいかなと思いますもんね。
同じ透明水彩やしね、全然いいと思いますよ。皆さんね、そんなの臨機応変に、されてみてください。水彩画の本出たら、もう僕でもそんなに水彩画ね、うまないでしょ。やっぱ上手な人とか、ね、根節丁寧に描かれる人とかいるじゃないですか。もうめっちゃこう、写実的にこう、わーってこう、細かく描く人とか、僕そういうこう根気ないから、どっちかっていうと、ね、ざっくりこう、ザク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 とこう描きたくなるというか、水彩のね、こう、どんどん言うてください。そしたら出版社が動くかもしれないんで、どうかね。昔付き合いのあった出版社がもうなくなってたりするんですよね。もうやっぱ25年ぐらい前とかの、多分20、48やから23とかもね。当時、いくつぐらいやった方、例えば50歳ぐらいやった方なんかもう70ぐらいとかなってるもんね。75とか、もう一線退いてはりますもんね。だから、書き方の本とかね、結構こう出してた時の一緒にやってはった人ね、小木佐くん年取ったねとか言われますもんね。あんたもそうでしょみたいな感じですけどね。少しこう細かい描写とかをしていくときにこういうのを少しこう併用しても面白いかなと思いますので、今回はちょっとね、作画動画とは違ったパターンで、塗り残している部分とちょっと書き込んでいくような仕事みたいなのは、こちらの絵の具とかをちょっと使ってみたりとかしても面白いかもなと思って急遽予定を変更してお届けしております。いや僕のなんか多分絶対そうですよ。まあ、本という形自体に、ね、もうある程度、もう例えばデジタルアーカイブ的なのの、なんていうんですか。そういうのを求めるっていう人もいるかもしれませんもんね。結構やりましたもんね。そういうこう、書き方の本なんかも。今回そういう、この道を書きましょうっていうテーマやったね。忘れてた。ライムちゃん、ちょうどハルモニアと他の水彩絵の具一緒に使ったらどうなるのか知りたかったですと。ねえ、面白いですね。本当画材っていうのはね、なんかいろんなものがあって本当面白いなと思いますよね。タン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 って走ってる音聞こえました。あれ弟の方です。足音でわかりますよね。黒江さんもありがとうございました。図録、恵子さんとこ行ってない？ほんまに？そんなにかかる？おかしいな。東京までは行ってるっていうことでしょ？嘘、そんなかかる？なんでやろ。ねえ。申し込んだ日にもあれ、スペシャルサポーターの人にはもうほんと月曜日出したけどね。もうあれやめた方がええかもしれんね。ちょっと高いけど。あっちにしていこうかな。レターパックにしていこうかな。ちょっとびっくりやな。U メールではU メールという210円でぐらいで送れますと。通常が250円ぐらいと。35円ぐらい安いと。よいしょ。すみませんね、遅くなってる人。申し訳ございません。ちょっとこう不透明感のあるグリーンみたいなのをちょっとこう置いてみたり、ちょんちょんちょんね。これはこれでなんかね、まあベースを崩さないようにね。よいしょ。よいしょ。ベースを崩さないようにしながら、
ペースを崩さないようにとかしながら、で杉のほんの少しだけでも幹を少しヒントになるような感じで描いてあげるというのも手かなというふうに思います。まだ時間的には今日はそんなにやってないんじゃないかなと思うんですけどね、1時間ぐらいかな、もう1時間経ってないぐらいかな。今日はまだ多分そんなもんかなと思いますけどね。よいしょ、45分やね、まだね。ハルモニアという絵の具が出た時、ハルモニアだけでも描くことを考えたことがなかったので、ハルモニアだけで全然描けますよ。逆にハルモニアだけで描いた方が初心者の人は本当に偶然的な感じとかっていうのを作りやすいから面白いと思いますよ。いいんですよ。今は両方混ぜてますけどね。ダメなことは多分ない。あったら言ってください、画材屋さんの人。あかんかったら教えてください。あんま細かく考えん方がいいんでしょ。僕は細かく考えないので。失敗した時にね、まだ考えりゃええかなっていうぐらい、本当に非常に楽なスタイルでやってますので。この辺っていうのは、今普通の絵の具を若干あれですね、乾きがハルモニアは遅いです。それは感じます。若干遅い。ドライとか皆さんにとっては時間ね、そんなあんまり僕みたいに今1時間半ぐらいでやってやろうとかって思ってね、乾かしたりしながらやっていってますけど、皆さんね、そんな焦らんでいいと思いますのでね。ママにスルーされてショックだったと、トークン、あれね、僕もね、昨日、嫁はんと見てた時に、あっと思って、嫁はんが、これもしかして、拗ねてるんですよね、最後ね、あれね。で、なんで、もうめちゃくちゃもうずっとママにくっついてる彼が、で、あの時本当にもう、僕の、よくしてくださってる方が、飛行機から降りてきて、すみません、昨日のぜひ見てください、長編ですけども、ママに再会編ね。最後にちょっとね、弟がすねてるシーンがあって、で、なんでかなと思って、もう抱きつきに行くと思って、抱きつきに行ったんやけど、ちょっとその時にですね、私の知り合いがいて、その妻も挨拶に行ってしまって、弟が軽くスルーされてしまって、そこからずっとすねるというね、あれはなかなか僕も気づかんかったですよ。うわ、来た。もう足音が品がないよね。品が全然ない。なんじゃい、どうした。へへんじゃないよ。へへんじゃないよ。お、かっこいいじゃん。ひよちゃんいた。あ、本当、友達がいたね。ひよちゃん出遅れちゃいました。そろそろおはようございますと、ずるくありがとうございました。かんぬんということか。これ質問ですか、 M かわいさんは。毎回動画を見て思うのですが、先生は水彩画を描くとき、構図が決まった後は仕上がりのイメージを初めから持って書いてますよ。はい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 。絵が上手くなるペースより画材が増えるペースの方が早いです、私の。あれザザッと描くところ、そこがね、下で待っといて、後でさ、あれ作ろうや。何作ろうやったっけ。4本作ろう。よし、待っといて。 OK、 下でトークも来そうやから、早く早く。はいはい。あ、落ちた。落ちた。待っといて。閉めといて、あそこ。トークン来るから。案外ね。いや、ちょっともうちょっとやらしてや。標本を作るという。お兄ちゃん下行っといて。下。お兄ちゃん下行っといて。ちょっとパパ仕事せんとあかん。なあなあなあ、行っといて。トークン来てまうよ。パパ。うん。パパ。うん、なんじゃい。ほら、来た来た来た。やばいやばい。さ。うん、なになに。ね。うんうん。何？うん。ね。うん。パパ、描くのリアル。あ、パパのリアル。リアルって言葉は知ってんの？なんでなんでそんなリアルなんかパパ言うたことないけど、何？幼稚園の先生がなんか言うてた？見て、リアル。リアル。リアル。来たぞ。来たじゃん。
いや、入れてあげて。泣くよ。入れてあげて。とうくん来る？で、道がもうある程度できてると奥行きがキューッと出てくるの分かりますかね。リアルやってね。リアルなんて言葉を使えるようになってきたとはね。私のYouTube の本当に3年前ぐらいとかで1歳8ヶ月ぐらいとかね、そういう時ぐらいから多分出てるかなと思うんですけど、1歳になってたよね。多分1歳、お兄ちゃんそうかな。もう諦めたですもんね。初めのうちはなんかなんとか出んようにしようと思ってたけど、もう一回出だしたらもう無理ですからね。そうなったら諦めるしかないというね。よいしょ。カチッと乾かしたいですね、一回ね。我が家の2歳半で、保育園通い出した時、ギャン泣きで拉致されるようにして教室に連れてってもらいましたがね、うちもそうですよ。拉致されるような、もううやーっと弟もなってますけど、ここ何日かうまいこと行くことあったりしましたもんね。乾かしたいけどなかなか乾かないですね。今朝図録いただきました。やっぱめっちゃ時間かかってんね。今回すごいかかってますね。すみませんね、本当に。いや、本当にもう、ね、もう何通、100何通ぐらい送ってるんですけど、こんなにかかるとは、なんか佐賀の人でもおとついか昨日ぐらいから連絡が来てて、月曜出したのにとかっていう感じだったんですけど、ね、めちゃくちゃ時間かかってますよね。ごめんなさいね。ちょっと郵便局の配達技術を過信しすぎて、レターパックやったら次の日届くというね、あれやったから、と思ったんですけど、今回ちょっと U メールというなんか量をある程度するとできるシステムかなんかで送ったんですが、こないかかるとは思いませんでした。すみませんでした。皆さんね、待たれてる方。申し訳ございません。ちょっと時間が予想よりかかってます。月曜日、火曜日にバーッと出したんですけどね。ちょっと遅なって申し訳ございません。いや、やっぱね、楽しいですね。あんまりベターっと塗ってしまうとせっかくの下地が消えてしまうので、ちょっとずつ塗っていってます。ちょっとずつというか、細かい描写とか、写実的にと言わずとも、なんか少し岩とかの隙間のなんか表情を描いてみようとか、なんかその程度で今回はこれ使っていっております。よいしょ。でっかい声でねうるさいうるさい叫び出すとね、一人が叫ぶと二人が叫ぶ。これが恐竜と言われるゆえんでございます。拭き取ったりするのはどうなんですかね。相性いいんですかね。全部ベターっと塗ってしまうんじゃなくて、少しなんか点描のようなぐらいの気持ちで、で手前に出てくる道を少し描いていきながら、下の方にある石とかを今描いていってます。で、綺麗ですよね。より寄ってみてもなかなか綺麗やなと思ったりしますよね。17日に親しみに東京行く用事ができたので、これは寄れると思ったり。そうです。日曜日お休みでございます。日曜日祝日休みなので気をつけてくださいね。確かにね、昔ね、一回日曜日を開けてくれたことあったんですよ。
で、全然人入らなかったですもんね。いいって言って、いやこれはもう本当確かやめた方がええわと。なんか、銀座ってね、面白い街で、日曜日、ね、新宿とかそういうとこは日曜日多いイメージですけど、銀座って少ないですよね、あれね。でお店とかも全然やってなくて、こんな少ないんやと思って、やめました。やめましたっていうか、もう今、ガルの方もね、働き方改革という、ね、政府の最高の、施策ですよね。世界最高の施策で、働き方改革をしているわけでございます。よいしょ。ビュー。水彩画は色を置いて、いくたびに、汚くなり茶色っぽくなります。乾かし方が足りないんでしょうか。まあ多分下の絵の具がもちろん乾かし方もあるんですけど、下の絵の具がこうなんていうの、こう重ねすぎてもう固着しなくなっていっているんじゃないかなと。今はここなんか2層で終わらしてると、ちょっと細かい描写やったら3層ぐらいで終わらしていってるとか、3層ぐらいでなんとなく終わらせていくぐらいの気持ちでやっていけば、そんなに濁るこっちゃないと思うんですけどね。なんかちょっとそのね、でこういうこうちょっと今光をこうあれするために。おそらくこう3層4層とやっていきはって徐々にこう絵の具が、あれになっていってるんじゃないですか。まあ、皆さんもあるあるでしょうけどね、こういうところの輪郭のところとかはちょっとこう水かなんかで溶いてピッとやったりとかね、おそらくそうやと思いますけどね。で茶色っていうことになっていくという色を考えると、なんやろうね、赤系のなんか色の使い方があんまりこう芳しくないのかな。なんでですかね。ドライヤーで乾かすときは温度は暑いです。僕暑いのでやってますもうめんどくさいので暑いのでやってます。暑いのでね、ギューブイーンってやってますよ。水彩画をねやってらっしゃる方であかんとか言う方いたら教えてくださいね。僕こう水彩画をずっとやってきたわけではなく、どっちかというと油絵描きで、水彩はこうプランニングのためにやっていて、ここの本当にこう YouTube 始めて2年間ぐらいで学んでいたというか、少しこう自分なりに学んでいっているので、ほぼそういうこう、本とか出してたりするんですけどね、そのなんかね、絵描き業界水彩画協会の人とかと仲いいわけでもないので僕はそういうのねダメな人なんで、拭き取ってこう光ってるのを少しこうですね、またちょっとハルモニアの方に戻しましょうか。ハルモニア全然パレット違いますねこの量でってね、なんかすごいですね、面白いですね。はい、喧嘩が始まりました。皆さんすみません、申し訳ございません。喧嘩が始まりました。はい、怒った。ねえ、ほんとね、うるさいですよね。うっさいうっさいどっちが悪いとか言い出すんですよ。やられたとかね。質問してくださいね。そう、海外はね多分無理やと思うんですよ。すみませんね。どうしたらいいんですかね。よいしょ。水彩だけの本当なんか図録とかね、でもどうなんやろうな。在庫を残してもしゃあないからですね。
まあちょっと今回はちょっと写実的には難しいもちろんねですけども、少しこう頑張って、粘れるとこまで頑張って粘りながら書いていこうと思います。もし質問があれば遠慮なくしてください。このなんかグレーみたいな色ね、案外こう前回こうやってても意外と使えんななんて思いながら思ってたんですね。パレットにちょっと白とか置いといてもええかもしれないですね。これね、こういうところとかになんかね、置いといてもええかもしれんなっていうこう感じがちょっとありますね。このなんかグレートーンというのは僕のね、不透明の絵の具とかも使ってたりして、そういう雰囲気もあって面白いですね。お、誰？お兄ちゃん？どないしたじゃないよ。どうしたじゃないよ。雲いるよね。パパも朝方見てた。雲とね、おしゃべりしてた。パパのお友達よ、それ。雲岡くんっていうの。その雲ね、名前ね、雲岡くん。って感じ何それ音何って感じですね。雲岡くんっていう名前をパパがつけたの。ちょっとこう白を入れといてもいいかもしれない。雲とかこの人捕まえますからね。あれとかだったっけ、透明水彩があれ、この人ほんと手でガッと捕まえますもんね。ありがとうございます。先ほどから話題に出ている画集、会員さんだけの特典です。いや、会員さんだけじゃなくて、今は買えますよ。会員さんだけじゃなくて、図録は買えます。ちょっと、画廊で買うと1100円です。私は今、すみません、まあ、インボイスで知ってる。うるさいんですよね、いろいろね。インボイスで、消費税とかを、ごめん、待て。加算してあれなんで、消費税が100円で、プラス、先ほどから言ってる U メールが215円なんで200円。1300円ってちょっとすいません、高価で申し訳ございません。画廊に来られたら買えますよ。標本ね、高いの？高かないけど。これ何？それジェッソ。ジェッソってね、なんやろね、絵の具、白い絵の具で、絵を描くとき初めに塗ったりするの。わかった？わかんない？くもくんがお買い物した。くもくんがお買い物した？どういうこと？全然くもくんがいなくてお買い物したかもしれない。どういうことですか？あれ、ここにあった黄色い絵の具がなくなってるね。取れたね。確か出してたような気がするけどね。ずっと黄色探してたんですけど、あれ黄色ないなと思って。これちょっと何日かしたから取れたんやな。そういう時はこういう出したままの状態で、でも黄色じゃないわな。このグレーとこれやね。黄色っぽいのはこれか。この絵の具とこの絵の具が取れてどっか行ってしまったね。何か師匠に質問があればしてください。これでもなんかあれね。さすがスパイダーマン。ケアさんがこんにちはと。よいしょ。一応なんかコミュニティ欄の方に確か画集のこととかは書いて、図録のことは書いてあったかな。どこに書いてあるんですかね。ちょっと忘れちゃった。どう？悪くないですか？悪くない。鼻水出てるよね。すいません、風邪ひいてね。ちょっと治ってきたよ、のいちゃんね。でも鼻水出てる？ねえ、しんどい？早く標本。ごめん。ごめん。もうちょっと待ってよ。ほらみんな今100人ぐらい見てるの。100人ってわかる？わかんない。はっちゃんの幼稚園やったら一くらい、お友達今何人いる？何くんって。うんちと。言ったあかんこと言った。赤バンされるで。ねえ。ゆいとくんと。ピーピーと。ピーピーと。
ピーピーとピーピーと皆さん念じてくださいね。ピーピーいけとピーピーとピーとピーピーと漆黒の全部ピーピーよ。ピーピーか漆黒のあれをまさか一番奥に置くというね。来た。早く待っててもう土日は大変でしょ。もうね仕事でけんねえ皆さんね今まで黄色がなくなった。ねえなんか呼んでるよ。何がいい？よいしょ。まあなんかねこう土日は、どっかに私が連れ出したりとかしてそしたら昼寝とか車でねしたりするんで、東京の個展在留される予定これもいろんなとこで何度も言ってるんですけどねどこで言ってますかね。在留する日何度も言ってますよ。どこやろな、どこで言ってるかな。メンバーの方やったら確実にメンバーの中でこう個展のこの日いますよっていう動画ありますので、よかったらそれ見ていただけると助かります。今間違えた情報言えないのではいごめんなさいね。メンバーの方みたいなんでメンバー限定の動画の中で、はっきりとこの日はいてますよって言ってますので、まあ何度もこれも言ってますけど、いなくてもちょっとまったりしてくださいね。たまに画廊の人に呼んでくださいって言う人いるんですよあれね、なんかそれで画廊の人が急遽電話してくるんですよ。で僕担々麺よく食べに行くんですね。昼ね近くの大明小学校の近くのとこに担々麺屋さんがあって、そこで大好きな担々麺をほぼ毎日めっちゃ辛いんですけど食べるんですけど、そこから急遽もう慌てて食うて戻ったらこんにちはぐらいで終わるっていうことがあるんですね。だからちょっと待っといてくださいね。いない時はね変な時間に食べに行くことが多いのでもう何時にいますかとかそういうのも言いませんのでごめんなさいね。もうその辺がね結構ね、会えんかったらちょっと違うとこ行ってまた戻ってくるとかなんかその適当にやっていただけると本当助かります。松浦さんはじめまして。かわいい。うるさいですよね。一番好きな虫さんなんですか。お兄ちゃん消えた。お兄ちゃん何やったっけ。今何やろな。今なんて答えるかな彼は。でもカブトムシまだこうクワガタはほぼこう元気なんですけど、カブトムシがですね天国の方に行かれてる方が結構増えてきて、幼虫というね次の世代を残していってくれてるので、それを今日ちょっとまた見てみようかななんて思ったりとかしてますけどね。今回の鬼高評会にカブトムシを孵化させて成功したっていう方いたからね、ちょっといろいろ聞かんといかんな。でも今便利ですよね。 YouTube とかでそういうの上がってますもんね。これ絵の描き方かって昔やったらこんな本読まんとできんかったでしょうけど、おじさんが頑張ってこうねこうやったりとか他の先生方もやったりとかしてるから便利な時代になりましたよね。綺麗ね。どうですか。便利な時代になりましたよね。もうそれでいいと思うんですよね。何かしないと学べないってことなくてね、もう誰でも学べる時代になってきて、でも本物見たら全然違うわっていうのをね、やっぱ書けへんわって皆さん落ち込んで帰るというのをまた今週も楽しみにしております。来週かしておりますという感じでございましたけど、1時間ちょっと経ちましたかね。また時間あったら今週もう1回ぐらいまだ1時間8分なんや。早いね。おじさんめっちゃ早いね。やっぱねちょっと白とかねめっちゃ早いね。1時間半ぐらい経ったかなと思う。お兄ちゃんが結構来るアクシデントが今日あったので、よいしょ。ちょっと乾きがやっぱねなんか遅いような気はしますね。なんか白とか不透明の色とかも僕は入れていきながらなんか楽しみながら絵を描いていきます。ちょっとお兄ちゃんの標本作りの、せかすのが激しいので、ぼちぼちちょっとすみません、終わらんといかんかななんて思ったりとかしてます。いやー楽しいね。やっぱね本当になんかライブ配信楽しんで、もしかして
ちょっとストレスが若干溜まってますので、いろいろ個展の準備やらで、もう一回ぐらい、今週か、明日かわかりませんが、やるかもしれませんが、その時はお付き合いいただければと思います。ストレスの発散に使うなよと突っ込んでらっしゃる方もいると思いますが、ご容赦ください。1時間半ぐらい、もう本当ね、楽しいんですよ。なんかこう、まあ、別にこう、絵描くの自体はいいんですけどね、やっぱこうね、お兄ちゃんにこう邪魔されるというかね。今から標本作りをやるんですけど、標本の、あれが、額縁みたいなのが高いんですよ、めちゃくちゃ。だからそれから作ろうかなと思って、いらなくなったというか、使ってない額縁があって、で、それをちょっとこう、やろうかな、それをうまいこと、標本のあれにできやんかなと思ってですね、思ったりしてます。もし質問あったら、あと何分かぐらいで終わろうと思いますので、よかったら大歓迎ですと。青の木の影が本当に綺麗ね。この辺とかね、なんかうまいこと言ったですよね。この辺がやっぱりこう、この画材のいいところかなというふうに思ったりします。ね、もしかしてもう一回ぐらい今週どっかでチャンスがあれば。日中はお兄ちゃんたち幼稚園行ってること多いから、平日なんかはね、まあ後でアーカイブとかでね、皆さんまた見たりしてくださいねっていう感じですけども。いや、この画材を変えたら何が合うかな。何書いたら合うと思います皆さん。何か書いたら合うかな。でもちょっと案件系の仕事が2つばかり来てて、ちょっとそれも早くせんといかんのですけどね。ごめんなさいね。そういうの面白いんですよ。やっぱこう日頃使わん画材をぜひぜひ使ってくださいっていうことで来るんですね。案件って言って、まあ企業さんがこの画材ぜひ紹介してくださいみたいな。私はもう忖度なくね、もう本当に口が悪いことで有名で、そこを条件にもう本当にあかんところはあかんって言ってしまいますよっていうことを言うんですけど、いやいやとかって言うてですね、全然いいですよって言ってくださるところとだけはやるんですね。そんなね、ベタ褒めしてもすぐバレますもんね。なんかね。よいしょ。まあ、絶対に何でもそうですけど、メリット、デメリット絶対あると思うんでですね。質問大丈夫ですかね。川描いたら綺麗そうですね。川か。川ね。風景じゃないものを、まあ、人物とかやったらどうなるかなってちょっと思ったりしてたんですけどね。まあ、白だけこうハルモニアの違うやつをちょっと白だけこうパレットに出してみたりとかしました。まあ、こういったものをちょっとこう混ぜて、少しこう明るめのこう石を描いていくようなこう感じとかがあっても面白いかななんて思って、こんなん入れてみたり、ちょっとここの真ん中あたりとかにこう道の真ん中あたりにちょっとグレーっぽいこうなんていうかな、木みたいな感じを描いてても面白いかななんて思ったりとかして、ここのギュッと抜けていく感じみたいなのが少しこう出てきたのかなって思いながらでございました。いやー楽しいわ。ごめんなさい、お兄ちゃんの要望が先ほどね言った通りちょっと頑張って標本作りをしようと思います。お父さんの時間に入ろうかなと思ったりしていますので、少しこんな感じで1時間ちょっと描いてみました。皆さんどうですか？よいしょ。セルリアンブルーみたいなブルー綺麗ですねと、花には最適かと思いましたと、生物画系花ね、なんかブワサーっとした花みたいなのがええかなと思うんですけどね、やるとしたらね。ただちょっとこの画面やったらちっちゃいんですよね。このぐらいの紙、中目ぐらいの紙もう別に全然この表情すごくこう出てきますので、皆さんいいですよ。非常におすすめだと思いますよ。こんにちは、図録届きました。すみませんね、遅なりまして皆さんね。標本作りも恐竜チャンネルで見られる。作りますよ。ネタが最近ないので、はい、作ります。ということでございました。ありがとうございました。非常に楽しいハルモネアプラス、ということでございました。皆様もぜひぜひですね、やられてみてはどうでしょうか。ということで、以上で終わります。お疲れした。終了。